皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は2021年下半期に購入して良かった文房具を紹介します。よければ最後までご視聴ください。ここに並んでいるものたちが下半期に購入して良かった文房具たちです。これから一つずつ紹介していきます。いつもはなんとか部門、筆記部門とか可愛い部門とか手帳部門とかそういう感じで部門分けしていたんですけれども、そうするとちょっと選定する幅が狭くなってしまったりしたので、今回は特に部門を設けずに特にいいなと思ったものを集めてみました。一つ目の購入して良かったものはトラベラーズノートのブラックリフィルです。私はレギュラーサイズのブラックリフィルを購入しています。本当に真っ黒なだけのリフィルです。トラベラーズノートのオンラインショップか直営店でしか入手できないんですけれども、私はこのリフィルをこんな感じでお店のショップカードとかをよくもらってきてしまうので、そういったカードをただ貼っているノートとして使っています。自分の中ではノートイコール何か書かなくちゃみたいな、そういう感じの固定概念みたいのがあったんですけれども、このブラックリフィルを導入してからノートって別に書かなくてもいいんだなっていうことに気づきました。そしてなんかノートの楽しみ方が広まった気がします。私はもともと字とか絵が下手なのであんまり書けないんですよね。なのでそういう字とか絵がなくても楽しめるノートとして使っています。あと今年はノート整理をしたんですけれども、整理する前って十何冊も持っていたんですよね。まだノート自体は結構な量を持っているんですけれども、トラベラーズノートだといろんな種類のリフィルが出ているので、こんな感じで今2022年のマンスリーのリフィルとドッキングしてるんですけれども、色やレイアウトが違くてもこのトラベラーズノートのレギュラーサイズで統一できるのがとてもいいなと思いました。2つ目に買ってよかったものはカール・ジムキのリフィルパンチです。これはシステム手帳用のリフィルパンチで、英語、バイブル、ミニロックサイズに対応しています。一応ミニロックの部分で M5 の穴も開けようと思えば開けることができます。今までは簡易的な穴開けパンチを持っていたんですけれども、それだと穴がきれいに開けられなかったり、ちょっと固めのものは開けられなかったり不自由を感じていたので、思い切ってこちらを購入しましたが、最初からこれを持っておけばよかったなと思っています。この穴開けパンチを使ってこのシール帳を作成しました。このアシュフォールのアシスタントホールみたいな感じでクリアファイルに穴を開けて作ったんですけれども、これ一度にたくさん穴を開けることができたので作業的にも楽でした。とりあえず大量に穴開けパンチで穴を開けているので、まだストックもあるし、めちゃくちゃ毎日使うとかそういったものではないんですけれども、いざ何か作ろうって思った時にとても便利なアイテムです。これからシステム手帳を始める方やまだリフィルパンチを持っていない方は、簡易的なものじゃなくていきなりこっちの本格的なものを購入しておくのをおすすめしています。私も最初は簡易的なもので事足りるだろうと思ってたんですけど、システム手帳の沼にはまると絶対的に自分でリフィルとか何かに穴を開けたいってことが出てくるので、そういった時やっぱりこっちの方が綺麗にできますし、とても便利です。正直毎日使うものではないんですけれども、やっぱりあるといいっていうものですね。簡易的なものでもやっぱり1000円ぐらいしますし、これも2000円でお釣りが来るぐらいで買えたので、ちょっと値段はしますけれども、そのプラスアルファを出す価値は十分にあったなと思っています。続いてこちらの白いシートなんですが、これは共和のシールの剥離紙です。100円ショップで購入できるものです。ちょっとパッケージをなくしてしまったんですけれども、これめちゃくちゃ便利です。私はシール帳に台紙を入れて
こんな感じでバンデの1枚ずつめくれるテープとかを最初からめくった状態で貼っておいたりとか、こんな感じで丸シールも貼っておいたりとか、シール帳の普通に自分の中でのシール台紙にもなりますし、あとはマステを貼って切った風にしたりとか、自分でマステをフレークシールにしたりとか、そういったことも簡単にできます。マステの粘着力が弱いとちょっと負けてしまって剥がれちゃうんですけれども、こんな感じで切ったっぽくしたりフレークシールみたいにして使っています。この共和の剥離紙が登場する前って一度私も切ったみたいのを作ってみたんですけど、その時はクッキングペーパー、クッキングシートを使ったんですね。でもこれだと薄いし結構ペラペラなので、こうめくる時にめくりづらいみたいな感じでちょっとストレスだったんですけれども、剥離紙の方だとこんな感じでさっとめくれるので、しかも厚みもしっかりあってとても使いやすいです。確かこのシートが12枚ぐらい入って100円だったので、結構コスパもいいんじゃないかなと思います。続いて100円ショップ関連でもう一つご紹介します。これつい最近購入したんですけれども、めちゃくちゃ良かったので紹介します。これダイソーのミニカードっていうもので、ブラウンのチェック柄のものです。こんな感じのカードサイズのチェック柄の紙が50枚入っています。なんかカードサイズのものってだいたいちょっとハード系、人に渡す用の固めのものなんですけど、これは普通にめちゃくちゃ柔らかくてデザインペーパーの小さい版みたいな感じです。字が汚すぎてお見せできないんですけれども、こんな感じでここに使っているんですけども、めちゃくちゃ可愛いですよね。これが50枚入って100円っていうのも安さの魅力ですし、絶対的に自分でこんなチェックなんて作れないので、とてもいいなと思いました。デザインペーパーもやっぱり手帳に貼るときは自分でカットとかしないといけなくて、ボソボソになっちゃったりすることあると思うんですが、これなら本当にカットしなくてもポンと使えたりしますし、めちゃくちゃちょうどいいサイズだなと思いました。多分他の色とかもあるのかなと思うんですが、私はちょっとこれしか見かけてなかったのでこれを購入してきたんですけれども、とても良かったのでこれからガシガシ使おうかなと思います。なんかもっとこのカードサイズのこのペラペラの紙でできたやつっていうのがどんどん増えてくれると個人的には嬉しいですね。プロッターのエンベロップフォルダーのバイブルサイズです。今年めちゃくちゃプロッター購入しているので、買ってよかったものといえばプロッターっていう感じなんですけど、上半期の買ってよかったものでプロッターのレザーバインダーを上げているので、レザーバインダーは今回除いたんですけれども、リフィルの中で一番好きなものっていうと私はこのエンベロップホルダーかなということでこれを紹介します。こんな感じで封筒型になっていて、1色使っちゃっているので今2つしかないんですけれど、本当は3つ入って3色入りで販売されています。ここが封筒型になっていて、ちょっと厚めの画用紙とまではいかないんですけれども、ちょっとハードな紙でできていて、ちょっとしっかりとした作りです。なのでこのままお手紙書いて、人に渡すとかそういった使い方もできるんですけれども、ここに書いてあるようなレシート、チケットとかそういったものも収納できる、見せない収納、おしゃれな収納が手帳の中でできるっていう感じですね。私は実際にはこんな感じで封筒積み立てをしているので、この封筒積み立ての現金を入れるものとして使っています。ちょうどここが折り目なんですけど、バイブルサイズだとここの
お札がちょうどぴったり入るようなサイズ感で気に入っています。あんまり奥まで入れすぎると今度こっち側に糊がついているので、糊にお札がくっついちゃうこともあるんですけれども、ちゃんと入れれば全然問題なく取り出すことができます。今までは普通の封筒をちょっとカットして上にシールを留めて使っていたんですけど、結構毎月封筒積み立てしてるとシールの粘着力が弱くなってきちゃったりして買い替えないといけなかったり、上からの見栄えっていうのがあんまり良くなかったんですよね。ですがこれだとこの上から見た時にめちゃくちゃ綺麗ですよね。色も素敵ですし、紙も丈夫だから、耐久性的にも問題ないしっていう感じでこれを使っています。私は今のところこの封筒積み立てのお金入れとして使っているんですけれども、この余ったやつで他の使い方もしてみようかなと思います。本当にここに書いてあるようにちょっと病院とかのレシートとか取っておかないといけないものとかいろいろあると思うので、細々としたものの管理として使ってみたいなと思っています。私はこのバイブルサイズしかまだ購入してないんですけど、もちろん他のサイズもありますので、自分の用途に合わせていろいろと大きさを調整してみるのもいいのかなと思います。だいたい手帳のこういう何か収納ってなるとビニールのジップのケースとかああいう感じになって中が見えちゃうとか、見た目的には微妙っていう感じのものが多かったと思うんですが、おしゃれな収納として本当にもうこれ最強ですよね。そして2021年下半期購入して良かったもの最後の紹介です。ノックスの文具女子博限定のリフィルの縁あり無地と 5mm 形成の4分割です。私は今年新宿で開催されたインクとデコ沼でこれを購入してきたんですけれども、今度の文具女子博からここのパッケージが変わるみたいですね。パッケージから出してみるとこんな感じです。まず縁あり無地の方、こちらの方からご紹介します。今回購入したノックスのリフィルはどちらも仕事手帳用で使おうと思って購入したアイテムです。見開きで見るとこういう感じになるんですけれども、結構縁の太いピンクのラインが入っていて、あとはリングラインの部分にこのノックスのロゴが印字されているだけのとてもシンプルなリフィルです。裏もこんな感じですね。ノックスの印字は片面にしかついていないので、実際はこういう感じですかね。これが私の仕事手帳でして、見本の部分も実は購入した時にこういう感じの見本がついているので、これを参考に閉じているんですけれども、こんな感じでこのピンクのところに見出しを書いたり、私は横じゃなくこっち側に書く派なんですけれどもして使っています。 5mm 罫線4分割のリフィルはその名の通り 5mm の罫線、そして4分割になるちょっと太めの線が入ったとてもシンプルなリフィルで、同じようにリングラインの片側にノックスのロゴがついているリフィルです。これも仕事手帳として使っています。見開きで見るとこんな感じですね。これも同じように購入した時に使い方みたいなサンプルがついていて、こんな感じでざっくりと月火水木みたいな感じで日記として使うことを推奨されているんですけれども、私は打ち合わせの時のメモとして使っています。
実際に使ってるページはやっぱり見せられないんですけれども、普通に罫線があるのでざっくばらんにメモを書いて、でこっちの文字の方になんか決まったルールとか決定した事項とかを、聖書っていう感じに近いのかな、そういうのをこっち側に書くみたいな感じで2つのリフィルを使い分けしています。正直プロッターのこの手帳に相性がいいかっていうとそこまで良くない感じっていうんですかね。ページのめくりがちょっとこう突っかかる感じがあってしにくいなっていうことはあるんですけど、なんかプロッターのリフィルと穴の位置が違う、このリングに対して内側外側的なその位置とかが微妙に違うみたいで、ページのめくり的なものは正直あんまり良くないかなっていう部分はマイナスではあるんですけれども、仕事手帳として私はやっぱりちょっと可愛さとかおしゃれさとかを求めたかったんですよね。システム手帳ってちょっとビジネスライクなリフィルが多い中で、じゃあどうしたら可愛い手帳になるのかっていう時にこのリフィルがうってつけだったっていうところです。ちょっとクリーム色がかった用紙にもうピンクっていうのがめちゃくちゃ可愛いしシンプルだし、でもごちゃごちゃしすぎない、邪魔にならないっていうのがすごく魅力的で、このリフィルがとても気に入っています。というわけで今回は2021年下半期に購入してよかったボンボン具を紹介してみました。このミニカードに関してはつい最近購入したばかりで、購入品紹介っていうよりも使うのが先になってしまったり、この動画が先になってしまったので特にレビューとかはないんですけれども、他のものに関してはだいたい動画とかでも一度紹介しているものになりますので、よければそちらの動画も見てみてください。今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。